ちは、お供です。まずはこちらをどうぞ。今日はいきなりプレイ開始か。ここは、古老館か。何シナリオだろこれ。なんかマップ上の軍団が少ないな。いつもと雰囲気違う気がする。おかしいな。間違いなく古老館のはずなのに。ていうかあれ ?5 の UI ってこんなんだったっけ？それにこの武将誰だ？槍で緑だけど馬長じゃないよな。キャラデザ違うし、さっきからなんか変なんだよな。おい。ちょっと待て、嘘だろ。まさかそんなはずは。いや絶対ありえない。だがしかし。お前ちょっとこっち向け。顔見せてみろ。お前は、バカな？お前は俺はリストラされてるからいないはず。それなのにどうして？なぜだ？なぜお前がこの古老館にいるんだ？茶番はこの辺にして。台本もうちょいなんとかならないんすか？ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、これは5でもエンパイアーズの方。5エンパは UI とかフォントとか結構違うんだよな。そしてこの脅威。ではなく実はこれ、エジプト衣装。PS3 版のエンパでは、5でリストラされた脅威、制裁、大凶、宝徳、猛角、竹竜、サジ。このうち猛角以外の6人の4での衣装を、DLC でエジプト衣装として入手することができました。猛角の分はないぜ。あいつは5エンパで再登場してるからな。ちなみに今でもダウンロードってできるのかな？知ってる人いたら教えて。自分で調べろ。ちなみに他にもダウンロード限定の衣装はいろいろ。オロチの孫悟空や卑弥呼もある。蒼天航路のコラボ衣装とかもあったかな。期間限定だったはず。まあそれはいいとして、これらがどうかしたのか？今回これらを持ち出したのは他でもない。我らが長年親しんできた新三国無双5。賛否激しい作品ではあったが、そのうち最も不定意見が多かった要素。それは何かわかるか？レンズゲージとか？じゃあレンズランクが時間経過で下がっていくとことか。それも違う。お前と保険じゃねえぞ。言わなくてもわかるだろ。導入で察しろ。リストラだよ。リストラ。ああ、ね。白々しいんだよ。無双5は深く遊べる素晴らしい作品ではある。だがリストラをはじめとした、キャラボリュームの削減はいかんともしがたく。そうなんだよな。いいとこいっぱいあるのに、いまいち人に勧める気にならない理由もそこだからな。思わず妄想するよな。キャラボリューム削減がなかった方。まあ削ったからこそ表現できた部分が多いんだろうけど。だから今回は、このリストラ武将のエジプト衣装を使って、もし5でリストラがなかったら、彼らがどんな武器、モーション、スキル、特殊技だったかを、妄想もとい、考察していこうではないか。そういう企画なのだよ。なるほどな。それは確かに面白そうだ。5は武器やモーションごと、戦法や強弱が細かく特徴付けられてるからな。似たような武器でも、実際の運用は全然違ったり、だからその辺を考察したいな。でもあれ ?5 ってリストラだけじゃないよな。コンパチも多かったやん。となると、もしリストラがなかったとしても。そうです。コンパチです。至ってどうせコンパチです。悲しいな。どうせ無双モードもないんだろうな。ただそれでもやっぱりいないよりは、いてくれた方が良かった。確かに、5のコンパチはモーション丸かぶりだけど、それでも衝撃波のオプション、武器の形状から来るリーチ、判定の違いにスキルや特殊技、この辺の差別化のおかげで、同モーションでも結構使用感違うんだよな。その通り。だから今回は5のリストラ武将たち、もし彼らがリストラされていなかったら、5でも存命であったなら、何コンパチでかつ、どんなオプション、スキル、特殊技だったかを、妄想もとい、考察していくぞ。5を好きな人、あるいは当時リストラに悲しんだ人も、ぜひ一緒に考察してみてくれ。それではスタートです。じゃあまずは脅威から行こうか。とその前に、まずは今回の企画のルールを説明。今回考察するにあたって、前提及びルールとするのがこれらの要素。1は言わずもがな。2はもしリストラがなかった場合、固有武器モーションはコンパチ用と無双モードの有無。これらが変わるかもしれませんが、そこは考慮しません。3も同様ですね。まあキリないもんな。そこまでやってると。4も冒頭で話した通りです。武器モーション以外もひとしきり考察します。シリーズでの扱いや史実演技での描写、及び今作のバランス調整の傾向等を加味。この同様ですね。ただこれは結局動画制作者たるお供の案外による、人によっては違和感のある結果になるかもしれませんが、ご了承ください。そして考察に用いるコンパチ用武器モーションが、この8種類。剣、刀、槍、壁、杖、弓、打節弁。武器ごとの強弱はいろいろありますが、遊んだ上での強さでは判断しません。そりゃあな。そしたら全弓あり撃弓になってしまう。あくまでルール順序。というわけでルール説明完了。考察開始じゃ。話を戻して脅威から。4では三叉刀、マルチレイドに及び6以降では用心層が得意武器だったか。それならまあ。やりコンパチが妥当じゃない？普通に強いし、使いやすそう。わかりやすくていいね。ちょっと鑑賞タイム。
かね。まあ。やりならこんなもんよね。かもなく不可もなく、とりあえず絶望的に似合わん、ってことにはならないはず。まあそんなもんだよな。コンパクって、武器の形状は多分、三叉層を少し発展させた感じかな。なんとなくスのリーチが他の槍より短めになりそう。今作コンパチ武器にそのまま当てがえそうな武器だった武将は、割と武器自体はそのままだし、巨々、予毛、郊外、馬長、砲塔、炎症、昇格あたりだな。まあ人によって4と同じだったり、微妙に変わってたりもするけど。次は超攻撃系とか、乱舞締めの衝撃波はどうしようか。ぜひ押したいのは緑竜巻だな。ああ、遅延とか諸葛亮が売ってるやつか。そうそう。同じ色だし、諸葛亮とも関連付けられるし、これを超攻撃の締めとか乱舞締めで出す感じ。他の槍と違って、飛ばさずその場に切り盛り状態で浮かす衝撃波だし、差別化もできる。あとはそうだな。雷属性斬撃波とかもつけたいな。初期って雷って感じすんじゃん。ああ、あれでも脅威ってそんな雷推しだったっけ？少なくとも4ではなかった気がするけど。そうかも。ただ5は正直、この辺はあんまり過去作と連動してない部分ある。まあ確かに。だからそんな気にしなくてもいいと思うな。じゃあ雷斬撃波もつけていこう。ちょうど他の槍コンパチで、雷斬撃波使ってる人いないし、これを種強とか強攻撃の途中につける感じかな。ちなみに竜巻は前方に飛ばす？その場で出す？使い勝手が良さそうなのは前者だよな。強攻撃は前者、乱舞締めは後者でいいんじゃない？あと槍コンパチって乱舞締めで衝撃波を出すタイミングがちょっと違うよな。基本付き衝撃波と円形衝撃波がセットだけど、孫作は付きで同時に両方出すけど、他3人は付きで付き衝撃波、気を引いてから円形衝撃波って感じで。確かに。でもまあそれは普通に後者でいいんじゃない？いやでも割と前者になりそうな気もする。じゃあ乱舞締めは付きで付き衝撃波と、緑竜巻を同時出しだな。あ、でも付きの時に緑竜巻だけ前方に飛ばすってのもありじゃね？でも2個衝撃波つけられるなら、つければいいと思う。ケチることない。まあそれもそうか。じゃあ、こんな感じかね。どうよ？しっかり強いだろうなって感じ。雷斬撃波&竜巻の攻威力コンビだし、中距離から強攻撃や種強振ってるだけでも、どんどんゲージ溜まりそう。次は特殊技だな。脅威だったらそりゃもう、霊者でしょ。連続使ってた話あるし、それに槍コンパチで他に聖者持ちいないし、そこでも独自さを出せる。妥当だろう。まあそうすると今度は槍モブと被るんだけどね。武器のモーションの特殊技も CV のモブと一緒。そこはもう気にしてもしょうがない。スキルはどうするか。連動から考えると、とりあえず速者は欲しいな。あとは親も、親は土砲も嫌だから、ちょうどいい。ただこれだけだとまだデクエや甲虫の劣化。じゃあより爆発力、瞬間火力を増強していこう。視野つけたいな。視野？斬撃波は雷にしたのに？まあ、まず聖者なら雷矢より視野の方が使い勝手いい。それはそう。感電気絶から追撃すると浮いちゃうから、結構邪魔なんだよな。そうそう。あと視野持ちで速者間違いない。その悪夢を埋めたいってことで。そうだっけ？視野持ちは加工縁と尊敬。ああ、確かに二人とも速者ないな。あとは瞬間火力重視だし加工もつけよう。絶対強いやつだそれ。戦術式は北伐を指揮した人物だし、こういう味方強化系もあっていいと思う。じゃあまとめるとこうか。視野、親、速者、加工、戦術式。おう。ガチ感あるなこのメンツ。海所や大袋はどうする？数多くの対義戦線で戦い続けたことを考えると、あっても違和感ないと思うけど。その辺はなくていいんじゃない？爆発力重視だし、後半から使う方がそれらしいというか。ああね。次は特殊技以外の常在スキルだな。ちなみに特殊技系スキルの数は、どの武将も4から7個に収まってる。じゃあその数を上限で、とりあえず投資は持ってそうだな。初期ってやたら投資持ち多いし、キャラ性にも合うでしょ。まあ職が多いってよりは、気が妙に少ないだけだと思うけど。月の投資持ちって3人しかいないんだよな。人口も欲しいな。諸葛亮の意志を継いで、大将軍にもなったし、あとは大義戦線で大量、霊峰出身だし馬術もそれっぽいかも。あとは威嚇も。あとは複数やダットも、長く戦い続けたってフレーバーに合うと思う。確かに。まあ瀕死系スキルはほぼ使わんけど。あとは競争増進とかはこれも長く戦い続けたし、あっていいと思う。でも脅威って史実だと結構、尻すぼみなとこあんじゃん。勝ちが長続きしないというか、だから経験に強いスキルは厚くしないと思うんだよね。ね。まあでもそれは脅威ってより相手が悪かっただけだと思うけど、それに言い出したら投資とか人口もあれじゃん。経験に強いスキル。確かにな。この辺は塩梅が難しいな。あと槍で投資馬術っていうと、馬長とも立ち位置が被ってしまう。そうじゃん。向こうは猛進極みこそあれど、特殊技でモーションの火力強化がない。それでいてこっちは瞬間火力のある聖者。ほとんど上位互換っぽい。困ったなさすがに投資は外したくない。職最後の希望だもんな。じゃあ二者択一で、馬術を切るか。やむを得ない。あとは登場ステージだな。そう。それも大事。言うて出番ないよな。
一応まあ5上限か。あとは事実上の北爆相当ステージの艦中攻防戦か。これ艦中の時点でしれっと味方になってるのか。それともちゃんと自ら離反するシナリオあるかが気になるな。いやー艦中食軍にそんなもん挟むスペースなくね。超運電と超非電じゃ最終戦だし。確かに。諸葛亮電だって、劉備との関係中心だし。まあ5じゃそもそも、劉備が5上限までいるんだもんな。上位のドラマ挟む余地ないと思います。悲しいな。水路の厚みのためにリストラされたということか。いや逆でね、実的に枠を割きづらい上位のリストラが先に決まってたから、諸葛亮電がああなった説。ありそう。となるとまあ、艦中か5上限でいきなりしれっと味方にいるかだな。あとは一応5スペシャルの大帝と、総秘伝の最終戦である巨都義軍で食の残党で出てくるくらい。なんかちゃんと手陸あるのが巨都義軍だけな気がする。一理ある。じゃあ、全部まとめるとこんな感じかな。おう、すごいそれっぽい。有料モーションである槍でかつ強力な衝撃波のオプション。さらに投資陣コに爆発力のある特殊技も持つが、継戦系スキルが薄く、上機戦はやや苦手気味。キャラ表現として、結構まとまりいいんじゃないかな。いやーぜひ使ってみたいぜ。特に聖者、まあキャラ描写はかなり薄そうだけど、ほぼいるだけだろうな。よし、では次に行こう。続いて同じく食のリストラ枠、制裁です。早速ちょっと困り枠。今作の女性用モーションってこの3種類だけど、どう考えても制裁には合わない。普通に近鉄武器も立てた方が良さそう。4でもだと積むプラス盾だったわけだし、そうなると武器は、まあ強さ的にも安牌ではある。でも、剣も立てたくない？実際6以降は順牌剣じゃん。より合ってんのそれ。でも剣って使い勝手良くないんだよな。絶対槍のが強いじゃん。いやでもだって考えてもみろ。制裁も槍にしたら、食だけで槍コンパチが3人もいることになってしまう。しかも3人とも使って後半の人物。それはきつい。だろ？やっぱ制裁は剣じゃないと。それに食って剣コンパチいないしな。ちょうどその枠にもなる。お前のその熱意はどこから来るんだよ。そしてどうせ水月刀なんてありえないんだし、ガニ股のせいで紳士が喜んでしまう。まあぶっちゃけ槍や剣もガニ股ではあるんだけど。じゃあまあちょっと見てみるか。鑑賞タイム。時間長くね。もともとそんな気はしてたが。でもまあ、割とありかも。今回は剣で行ってみるか。よっしゃ。しかしこうやって見るとやっぱりガニ股が目立つな。紳士が喜んでしまう。うるせえぞ。とはいえ足回りの透かし方はやっぱり気になる。じゃあちょっと、それが目立たない衣装にするか。だいぶ目立たなくなった。それに結構いい感じだぞ。ここはイメチェンしたキャラ多かったから、制裁も打って変わって重装になる可能性ありそう。ちなみにこれはエジプト衣装の六角形シリーズ。ジャンル大好き用物甲冑。武器の形状はなんとなく西洋の刃の白い剣っぽくなりそう。こういう、クレーモアとか、他の剣と比べてもかなり長めで、長剣っぽくなりそうなイメージ。ありそう。あとは見た目だけだけど、左腕にミニシールドつけられてそう。こんな感じで。なんでチェックなんだよ。じゃあこっち。ロックラなんだよな。でもまあそれっぽくはなった。ちなみに双人も左腕に小さい盾がついてる。あんま目立たないけどな。じゃあ衝撃波も考えるか。浪費の娘だし、ドーム上衝撃波つけられそう。乱舞死ぬとか、超攻撃も死ぬとか。乱舞死ぬはそれでいいと思う。問題なのは超攻撃とダメ強だな。剣の超攻撃は使い勝手マジで壊滅的だから。女性だからってことで結構厚めに衝撃波もられそう。1連目から円形衝撃波出るとか、2連目以降もずっと属性斬撃波つくとか、2連目はやりすぎにしても3連目以降とか。そこまでやってくれれば使用感はそこそこ良くはなるか？露骨に優遇感出ちゃうけど。まあ今作結構オプションとかスキルの格差あるからな。ちょっと嫌な感じだけど、ダメ強はこれも悩ましいな。回転切りで2回斬撃がある。このうち逃避は初段、炎症と尊剣は2段目で衝撃波。制裁はどうなるか。逃避のため強が3人の中でも使い難いことを思うと、2段目のがベターか。超攻撃を斬撃波形にするなら、ダメ強は面形のがいいかな。その逆もしかり、2段目でドーム上前方衝撃波が妥当じゃないかな。ただこれも両方つけられたりしてね。いやー、さすがにそれは。初段で小さい地響き、2段目がドーム衝撃波。それか両方斬撃波とか。ちょっとこれは塩梅がわからないな。無難に2段目にドーム衝撃波でいこう。特殊技はそりゃもう強襲でしょ。これ以外ありえん。浪費の娘だし。まあ妥当だな。スキルはとりあえず覚醒は絶対欲しい。あとは延長、剣コンパチだから。それぐらいないとやってられん。いやでも、本作は強襲って結構スキル渋くね。強襲では延長も違って3人しかいないし、剣コンパチでも漏れなく渋くなる可能性は否定できない。いやでも剣コンパチだぜ。だからこそ、逆にもらえる可能性あると思うんだ。今作の強襲持ちはこの13人。このうち延長持ちは全員、乱舞の性能に程度の差はあれ問題を抱えている。確
かに。そもそも教習自体、何らかモーションに弱点がないともらえないようになってるし。このうち有料度が一番高いのは槍と撃だけど、延長持ちはない。それに忖度以外投資なしか。しかもその忖度には、連攻撃連部部分に武器属性がつかないという調整まで施してある。ちなみにこれ見た目はかっこいいですが、実際は威力が低く横範囲も乏しく、武器属性もつかないほか、直前の斬撃との間が若干長い程度ガードも挟まれやすい。さらに威力が低い分、受けた敵ののけぞりも短いと、実体として単に武器判定、武器属性が出るよりかなり弱体化してます。もっと言うと覚醒極み延長極みの力にも、同様の強制付き。しかも強攻撃や種強まで大集団に使い難い性能にされ、伝書袋まで没収されるありさま。これらを見ても今作の調整において、強襲外貨に強いとされているかが伺える。ただこれ、一点プレイしかしてないと実感しがたい部分がある。それはそう。実際一点使うなら、分身や援護系の方が一点火力出るし、ただそれでも全話財力上昇、アーマー補正っていうのはバカにできん。話がそれたな。本題に戻ろう。つまりモーションに弱点が多い剣コンパチだからこそ、特殊技を盛られる可能性があるということだ。じゃあ覚醒延長以外は極みまでしか、発動時のオーラとか。これ以上火力盛るのはやりすぎな気がするんだよな。つくなら牛歩か、大活とか。極みや破壊はないんじゃないかな。今作で覚醒極みを持つのは呂布、関羽、孫作、宗人。キャラ的に、制裁はそこに並び立つほどではないと思う。あとは解消も欲しいな。剣コンパチは全員解消持ってるし、剣で解消ないのはさすがにきつい。いやでも解消覚醒延長まで両立はちょっと、まあ実際欲しいけど。ここも剣だから許される論法でいけんかな。ちょっと乱用が過ぎると思う。でも実際もらえそうな気はする。ただその場合は他の常在スキルがしぐねになるかも。あとは戦術式もつけよう。大活もありそうだな。まとめるとこうか。強い。若干工程が超ってより関羽っぽい気がするけど、あと極みじゃない覚醒と延長の両方も切っていないんだよな。制裁がその枠になるか。次は常在スキル。まず欲しいのは投資。そらあな。制裁のキャラ的にもあって叱るべき。あとは人コとか、それと盾とかから堅牢なイメージを出すと思うんだ。だからタイヤ、靴もありそう。でも属性耐性は。どうだろうな。大義で考えれば大量とかはありそうだけど。ちなみに他の女性武将の耐性ってどう？新規、別営、挑戦が大量だけ持ってる。それ以外はない。あ、じゃあ、大量はもらえそう。堅牢イメージなら大来も欲しいけど。まああってもいい気がする。ただタイヤ大円大量大来コンプリートは超人だけだから、そこは被らないようにするんじゃないかな。あとは長飛の娘だし競争増進とか。あ、でもそうすると数があぶれちゃうか。あとなんとなく無双ゲージは短めになりそう。ああ、攻撃と防御が高めな分、って感じか。現状並べるとこうか。7つに収めるなら2個削る必要がある。1個は大抵スキルのどれかでいいとして、あと1個。やるなら競争か増進じゃないかな。二者択一なら増進を残したい。じゃあ競争と、優先度の低い大円を外して決まりだな。でも、増進もらえないかも。投資覚醒延長あるんだもんな。上司の娘フレーバーで残してもらえるだろうか。気持ちスキル少なめにされそうではある。まあでももらえんじゃね？登場ステージは、4での制裁電話生徒からだな。結構早いね。じゃああれだな。生徒流自分で調子情報が名乗り出てくるのに続いて、制裁も出てくる感じで。おう、それならちょっと印象もつくか。あとは移行しと仕切り出せばいいんじゃない？低分間、繁盛、医療、貫中、50連って感じで。あとは超同様、5スペシャルでは外定特許時軍にも出る感じで。ただちょっとここも絞られそうだな。合計しても3ステージくらいで収まんじゃね？ありそう。じゃあ、全部まとめるとこう。こうして見ると結構持ってんね。一応これで今作唯一の、投資確定延長解消の両立枠になるか。とはいえあくまで剣コンパチだからな。強襲時の出力がどの程度になるか、良くも悪くも特殊技頼みになりそう。いやでも結構いけそうじゃない？っていうのも剣コンパチが弱く感じるのって、投資の違いないっていうのが一因にあると思うんだ。リーチ単勝投資なしでなかなか無双ゲージがたまらないし、ようやく溜まってもそのランズも不安定で倒しきりづらい。あともっと言うと楽しランズもダメージ分にしづらいという。そうなんだよな。まとまったダメージ分の確保が難しい。ただ標準武器の連鎖ループは決まれば制圧力、リロード力ともに高い。そこに投資が加われば、ランズへのアクセスはかなり改善されると思う。長押しランズの途切れやすさも、攻撃力上昇ののけぞり時間増で、ある程度軽減されるでしょ。ああね。まあでも結局攻撃面ではそんな変わらん気がする。安全性は高まるだろうが、あくまで単押しランズでのチラシと削り中心、と言いますか。いやーしかし、ぜひ使いたくなるなこの工程。確定の強アーマーで、両攻撃や連無分くるくるラッシュのご利用したいぜ。強さはともかく、他にない使用感を楽しめそうだ。これで制裁の考察完了。次行ってみよう。続いて考えるのは代表。というかこの人は考える必要ないよね。鉄線で決まりだね。まあこれ以外ないよな。ただこれだと最初に提示したルールに違反してしまう。ああ、当然。でもさすがに鉄線も立てるでしょ。とにかく干渉タイム。
なんでこっち向きもあんだよ。そんでどうよ。まあ、いいんじゃない。でも大丈夫って言われるとちょっとずれてる気がしないでもない。そして一応固有モーションだった症状も、これでめでたくコンパチの仲間入りか。まあでも他にないでしょ。姉妹で完全丸かぶりになってしまう。しかし鉄線か。使い勝手悪いんだよなこれ。攻撃範囲狭すぎだし、場をリセットする手段もないと。それに差別化できなくね。ランブシねこれだぜ。衝撃波でないやん。症状の時点で衝撃波ついてないから、こっちもつけられないだろ。両攻撃もそう。ほぼ使わんよな。一応死ぬ部分の衝撃波は変えることはできるか。そこが違うからってなんなんだよ。あ、ラガッコフリオン連の部分に合わせて、断裂波4枚つけるのはどう？全部3部分にもつけて。さすがにそれはなんか違う。唯一それらしいのはタムジョー。ただこれもな、衝撃波出した後の硬直が長すぎて、構成の起点に使えないんだよな。なんなら当ててガード崩れた敵の方が、死が早いという。まあでもそれなら飛び道具にすれば、一応顔から撃つ手段にはなる。強度鉄筋戦普通鉄線だし、そういう意味でも需要がある。一応設定は炎になるんかな？4でもファイアボール飛ばしてたし。多分鉄戦士たちに合わせてタイミングと角度を少しずらし、この斬撃波を1枚ずつ、合計2枚飛ばす感じだな。これは結構良さそうだな。あればかなり使うと思う。まあでも挑戦新規、損傷攻撃へのため強って両方同じなんだよな。結局小強大強も同じな可能性のが高い。悲しいな。特殊技も考えるか。正直まともに差別化できるのはここだけだろうし。いやでもちょっと待て、症状の特殊技がこれだぜ。盲信、神速式、延長、解消。きってえなこれ。だから型や症状がこのありさまなのに、大強だけ変にまともな強さにしたら、格差がひどいことになってしまう。確かに、症状しぶすぎだろ。分身ないのはともかく、発動時のオーラもないなんて。その上で神速攻撃も無属性だし、モーションも弱い。いやでも考えてみてくれ。なぜ他の連中と違って、症状だけこんな粗雑なのか。それは多分症状が被り相手のいない固有モーションだから、だと思うんだ。ああ、そうか確かに同モーションで被りがいないなら、差別化の必要がないと。その通り。だから同モーションの代表が存在する世界線なら、症状のスキルや特殊技も、差別化でマシになる可能性がある。少なくとも今よりは、だからそれ前提で、先に症状の構成を少しもらう。とりあえず分身が欲しいな。分身さえあれば出力はかなり上がる。あとは発動時のオーラ。理想は破口だけど、それは飲みすぎな気がする。使い目に15あたりかな。でもなんか、発動時のオーラは結局つかなそうな気がするんだよな。そうというのも分身と解消は延長持ち武将がこちら。これを見ると解消、分身、延長、盲信、発動時のオーラ。これらは全部両立してる人がいない。だから多分、症状の分身か発動時のオーラはどちらかだけだと思う。なるほどね。じゃあ分身で。よし、じゃあこの上で代表の特殊技を考える。差別化を考えると、少なくとも神速ではなさそうだな。でもそれ以外だと、なんとなく家計か常習な気がする。落雪と停車は関連性が薄いというか。家計は海その足なら合うかも。でも延長ないと野戦の援護用には物足りないし、除染家計の燃やした後の押し込みが、鉄戦車よりぐらいだろうな。症状が非援護系だと考えると、それに合わせてかつ分身と強なき教習、って流れはありそうだ。ひとまずここは教習で考えるか。となると、とりあえず確定は欲しい。なんかさっきも聞いたな。まあ分身の杖だもんな。多分もらえるでしょう。杖って考えると延長と解消、戦術式ももらえるか？ちなみに特殊技スキルに限定すれば、武将ごとの完全上位互換、介護官も比較的させられてる。いないわけではないんだ。支援と対比時、上司と巨がそれぞれ上位階の関係になってる。じゃあ代表にもう一個なんかつけなきゃな。派手も覚醒大かつ延長だと天の上位互換。いや、天には粉砕スキルがある。だから上位階にはならない。粉砕なんてほぼ合ってないようなもんだろ。それでもスキル構成上は、ね、大表いう世界線の症状がこうだから、一応まだ1個つけられる。盲信の枠か。上州用のスキルで余ってるのは破壊系統と滅殺。それか極み。極みは多分ないだろうな。覚醒極みは元より、延長極みも力だけのプレミア扱いだろうし、覚醒と滅殺両立武将がいないことを考えると、残りはもう破壊しかない。いらねえ。まあ鉄線モーションで滅殺やっても正直微妙だけど、滅殺は攻撃範囲と手数をある程度以上、両立した武器モーションじゃないと進化を発揮しない。じゃあもうしょうがない。破壊で、それか覚醒極みを新鮮に検討してみるかい？いやないだろ。さすがに、まあ孫作とスープ揃ってってのは面白いけど。ただ他の武将と違って、ファンタジー的解釈を挟む余地は大きい。そこを考えればワンチャンあるか？なんか、意外とある気がしてきたな。代表の覚醒極み。まあでも結局覚醒止まりじゃねえ。それか覚醒極みある代わりに解消が消える。まあそうか。じゃあもうしょうがない。破壊で、まああっては言うことはないから。破壊は、脳神の現状壁が薄いことを考えると、ちょうどいいんじゃない。じゃあ次は特殊技以外の常在スキル。ここの症状との杖を意識すればいいかな。改めて渋い。一応数で考えるとこう
途中からちょっと怪しくないですか？まあでも対応しそうなのがそもそもないか。一応スキルの数も6個になったし、これでいいんじゃない？雑だな。ただまあ空いたとしても、スキルちゃんと考えられなさそうってのもあるからな。登場ステージはどうする？そもそもいなきゃいけないステージが基本ないんだよな。まあ象徴か忖度がいるステージにセットでいるくらいかな。5軍、予と忖度軍、設定、くらい。あとは5スペシャルの価値忖度軍くらいかな。少ねえ。しかしこう考えるとなんで代表だけリストラされたかより、なんで象徴だけリストラせずに残したのかってことの方が、不思議に思えてくる。実際はで象徴の出番ほとんどなくて、完全に持て余してるしね。そしてオリジンズではついに2人ともリストラされた。下敵であるな。総合するとこんな感じ。なんかなんとも言えないっすね。でも教習はやっぱ楽しそう。覚醒の強アーマーで連無限大回転ラッシュをゴリ押しして敵をまとめて投げ払い、戦術式で味方を鼓舞、みたいな。いかに覚醒の強アーマーを生かして連攻撃後半まで出し切るか。それで明暗が決まりそうだな。よし、じゃあ次行こう。次は報徳です。比較的考えやすそうな人来たな。まず武器から、まあさすがに激でしょう。4で衝撃だったんだし、4から5で片方取られた人他にもいるし。ソースとかリプトンとかか。そうそう。でも6でポッキー使ってるなら末もありなんじゃね？やだ。長物使ってほしい。やだって。だって特殊技も多分強襲なことを思うと、報徳を末にしたら末の強襲が5人もいることになるぞ。ああ、そうじゃん。いやでもそれなら、別にしたって字だけで激コンパチが3人もいることになるじゃん。それは普通。まあとりあえず一旦見よう。モーション鑑賞タイム。まあ、こんな感じですけど。いやーさすがに激でしょ。まあこう見ちゃうとな。さすがに激でいこう。一番らしい武器があるんだし。うえっす。まあ本田忠勝みたく、でかい槍とかならまだあるかもだけど。そんで武器の形状。これはまあ、4のと同じでいいんじゃない？それかその発展性。片方ないからその分コスクでかくなりそう。リーチのダメがいいな。身長 205cm の巨漢だし、そのでかさ、豪快さに見合ったサイズにしたいな。衝撃波のオプションは？これが結構困りもの。敵は人数が多いから、大体誰かが使ってんだろな。合いそうなドーム衝撃波や地響きは完成と受講。氷、炎、雷系統はそれぞれ両刀、予毛、超人って感じで。じゃあなくね？一応かぶりなく使えるのは竜巻系統だな。あとは炎属性斬撃波と、青色とか虹色波動。予毛のはあくまで着弾爆発型の斬撃波で、これは斬撃波自体には無属性なんで。でも衝撃波のかぶりなら、例えば盗撮と巨巨の強攻撃や乱舞死のが一緒じゃん。だからそんな変えること自体にこだわり必要ないのでは？確かに。でも冬のモーションは、そもそもバリエーションを出しづらいってのがあるじゃん。強攻撃なんて完全に叩きつけだから、斬撃波とか合わないだろうし。ああ、でもじゃあ乱舞死ねは？巨巨なら別にタメ強と同じ青色波動もいけたやん。そこは武器で飛ばすイメージを重視したとか？盗撮と被ってるのは？それは単に盗作の出番が少ないからでしょ。まあいいや。じゃあ竜巻で考えてみるか。色は5スペシャル強行と同じ青黒い感じかな。木っぽくていいね。強攻撃では比較的早めにつけたい。3、4連目以降に連射する感じで。竜巻だと弓的か前方に飛ばすか両方考えられるな。モーション的に3、4連目は飛び道具。死ぬ割に的う感じでね。ちなみに強行、無印の槍でも5スペシャルの極装でもそれぞれ竜巻を打つモーションがありますが、ここ無印が比較的明るいピンク系の色なのに対し、5スペシャルでは明確に青黒い竜巻に変更されています。音も重くなってる。話を戻してたね今日は？こっちは前方飛ばし型でいいんじゃない？大きめの竜巻にしたいね。乱舞死には的う感じで。なんか考察が雑じゃない？はい。すみません。謝られた。ただどうしても想像しようがない部分もあるからな。許してくれと。まあ、それはそう。次は特殊技だな。これはもう強襲だろ。それ以外ありえん。二人だな。そんで激で強襲って言うと総人がいるな。総人が覚醒極み左高の瞬間火力型なのを考えると、対する報徳は、粘り強く戦い抜く長期戦型にしたい。そうなるとまず延長が必要か。それ以外は？
確定をつけたいんだけど、今作の強制的にそれが許されるかどうかなんだよな。制裁の時にも言ったけど、有料モーション、特にランブ周りに欠陥がない武器モーションほど、投資確定延長から遠ざかる傾向がある。敵のランブは長押しも短押しも特段問題ないから、延長つけるなら確定はもらえない可能性が高い。普通でのデッキ安全性はともかく、全体的な話題力は低いじゃん。火力上昇スキルのない強襲だと、正直伸び幅渋いんだけど、それに制裁や代表が確定延長もらえたのに、報徳はダメだなんて納得外観。逆だろ、逆。まあ確かに報徳こそ順当にもらえるべきだろうな。本来、とはいえ剣や敵戦、それと激ジャースの性能が天と地の差だし、同じラインナップにならないのはしょうがない気がする。ぶっちゃけ確定延長のある剣と両方ないべき。どっちが強いかなんて答えは一択だもん。確かに。それじゃあ確定以外で乗り立ててみるか。延長はつけておくとして、それ以外だと破壊か滅殺か。破壊なら一応低めの火力を補える。滅殺なら強大な範囲を生かしてアイテムブーストを狙いやすくなる。破壊型だと延長が邪魔な気もするがな。あと衝撃差のつき具合によっては、破壊での伸びがいまいちかも。でもバランス付けとしてはありそう。他には一応他の滅殺持ちは全員破壊持ちだぞ。別にランクね。でもジャンプ強の飛び上がりが低めの激には悪くない。でも結局いらないかな。大活とかは報徳のイメージにも合うでしょ。ああ、でも延長があるならもらえない気がする。発動時のオーラ2枚重ねは、破壊大活滅殺は調子とも被るし、となるとスキルは延長破壊滅殺だけ寂しいから戦術式でもつけるそれか大袋。いや、これで十分だと思う。これ以上は打足だよ。じゃあ次は状態スキルだな。まず投資が欲しい。これは絶対。報徳のイメージにもぴったりだな。ぜひつけよう。字は投資持ち少ないからな。一応埋め合わせにもなる。さっきも言ったけど字の投資持ちって3人だけなんだよな。なんで字だけこんな少ないのか。なんとなく今作の義兄武将が弱く感じるのって、コミュモーション勢の物足りなさもそうだけど、この投資持ち不足ってのも結構響いてそう。あとは西方出身だし馬術ももらえるかも。馬強にも従ってたし、あとはまあこの辺かな。タイヤ、楕円、威嚇、奮起、屈。なんとなく味方強化定級はなさそう。ジンクとか、あと大量大来も。昇進は欲しいけどもらえなそうじゃない？延長つけちゃったから。延長消すならありかもだけど。なるほどね。まあそれでも劇で投資加工延長ってだけで、もう十分お腹いっぱいだわ。登場ステージは繁盛以外で出せるとこある？この戦場だと報徳が出たのって繁盛しかない。この無印は領収や同感がないもんで、一応生徒は座長と一緒に来る感じ。それはありかも。でもクイーンのセリフとかなさそう。少なくとも無印では。あとはガッツとか低分弾とかいやーなそう。まあ相手も結局いるだけみたいな。それ以外で出すとしたらエクシナリオだな。繁盛やガッツの3点分、あるいは繁盛や巨との6分。この辺で敵として出す感じ。巨と6分いいんじゃない？超人の代わりにしようよ。巨と6分の超人って直前の反響で負けて6に抜かれたのに、なんで巨とにまた因縁って感じだし。確かに。その枠を法則にすれば矛盾もなくなる。手番も増える。それぞれで尊権や6、両線との会話もつけるかも。ああいいね。ぜひ聞きたい。この印でそこまでやってくれるかは微妙だけど、それでも史実側での登場が少ない分、行くシナリオでリリーフを務めるってのはありそうだな。まとめるとこんな感じ。どうすか？これガチで強いだろ。まずリーチ長めの投資持ちでってだけでほぼ敵なし。まあ強襲での出力がどの程度になるかだな。破壊と延長が地味に反目し合ってるから、本体火力自体は割と控えめなんだろうな。だから発動直後は破壊の瞬間火力でダメージを稼ぎ、それが終わったら延長滅殺のアイテムブーストで戦い抜くと。いやーでも改めて相当強いぞ。確定こそないけど。青黒竜巻打ちまくりて義兄武将がひどい分、期待の星になってくれそう。登場ステージは少ないけど、ビスステージでの活躍に期待だな。それじゃあ、これで報徳の考察完了。次行くぞ。続いて猛角の考察です。猛角？エディット衣装ないやん。いやでもモデのリストラ武将であることに変わりはないし。まあそうか。ただエディット衣装ないのは事実なので、実映像はなしで進めていきます。まあしょうがないね。その猛角の極端な体型や体格はエディットじゃ作れないし。しかしリストラなかったら、猛角のキャラデザってどうなってたんだろうな。5連覇の猛角がそのまま出てくるとは思えんのよな。同じ意識でのデザインではないというか。確かに、あのキャラデザは5の中でも異質だし、なんとなく4ともエンパの中間みたいな見た目になりそう。身長と体格と顔は5エンパだけど、装飾や衣装は4からそこまで離れてない感じ。でももうボンネットとか被り物はない、みたいな。じゃあ次は武器だな。これもどうするか。アニマルガントレットも折衷もないんだよな。5でのコンパチでの傾向を考えると、スイかな。義援巨巨とオタクがあてがわれてるから。あ、背景ではとりあえず代打の映像だけ流しときます。報徳さん。ありそうだけど正直ついにこれ以上増えられても。確かに。あんまやること変わんないんだよな。猛角も多分強襲だろ。強襲持ち数は5人もいらないって。一応神速にするって手もあるか。
延長猛進で新速攻撃のブルブルアタック戦法。それはちょっと面白そう。嫌でもやっぱり水以外で。となると刀かねえ？やり劇は違う気がするし。そして代打役脅威かよ。でも刀か。戦いづらいだろうな。リーチかなり長めにしてもらわんと。あと刀コンパチの中でも背が高い集体が、なんとなく他2人より横やり受けやすいのもある。猛角も背が高いから、そこが少し心配だ。まあ一旦見ます。衣装違うけど鑑賞タイム。別人見てどうすんねん。じゃあ画像横に貼っとくから、これで脳内保管して。楽だな。そして脅威には甲虫のじゃなくて細身の集体のにしろよ。あっちは衝撃波あんまつかなくて地味だから。どうよ？まあこれなら、刀かな。形状はかなり大きめになりそう。モンハンみたく猛獣キックな。あくまで片手剣のサイズの範疇だろうけど。背が高い分先ポーズで刀が地面につきづらいから、その分伸ばせるかもしれんね。なんかこすいな。衝撃波は他の刀コンパチとの差別化のために、円形衝撃波中心になりそう。刀コンパチはみんな程度の差はあれ飛び道具持ちなんだよな。地響きとか炎属性の爆発とか、あとはドーム衝撃波もいいかもね。強攻撃は2連目以降全部地響きとか。ああ、4のランズっぽい。刀の強攻撃は2連目以降は連続で出るから、地響きが連続して出せる。まあ連続地響きなら水の強攻撃でもできるけど。お前が水はやって言ったんだろうが。それに水の強攻撃は間が長くてキレが悪い。だからこの点に関しては刀のがいいと思う。ため強は地響き以外の全方位衝撃波でいいんじゃない？それこそ艦艇とかと同じドーム上衝撃波とか、後半意味とにかくでかくて敵を強く吹っ飛ばすやつ。ランズシメも同様。とにかく豪快路線。かっこいいぜ。特殊技はそりゃもう強襲でしょ。これで決まり。それに刀コンパチは強襲間違いない。その点でも差別化できる。特殊技スキルはどうするか。ちなみに PSP 版5スペシャルで再登場した時はこう。物特化かよ。加工大活は強いと思うけど。超鈍重の的中なのに確定もらえないなんて。さすがにこれをそのまま当てがってもあれなんで、参考にはすれば独自に考えましょう。実際的中じゃないから違う構成になるだろうしな。とりあえず確定は欲しい。横槍に弱い刀だし、全攻撃を後半まで出し切らせてくれ。延長は延長欲しいけどなぁ。これまで3人にちょっと雑に下りすぎた説ある。ああ、まああっても許されるとは思うけど。ただ猛角の場合は延長はない気がするな。代わりに大袋をつけよう。諸葛亮と戦い続けて7回敗れた逸話的にも、前線に向いた大袋のが合ってるはず。あとは大活もフレーバー的にあり。実戦的にも便利だな。覚醒極み欲しくね？なんかパンチが欲しいというか。覚醒極み？でも猛角って呂布や関羽と並ぶ角じゃなくない？まあな。でもありそうじゃね？フレーバーとして。何番王だし。ああね。あとは破壊はなんとなくスキル自体はそんなに放慢につけられなそうだけど。じゃあ破壊だけ足しとくか。並べるとこう。普通に強いよな。ただ刀でこれを使いこなせるかどうか。次は特殊技以外の常在スキル。ちなみにこれも PSP 版5スペシャルだとこう。なんか、なんとも言えない構成っすね。投資と調教はまあ、いけるだろうなって感じだけど、なんかもう一ひねり欲しい。味方強化系はなくていいと思う。増進が欲しいな。あとは威嚇か競争あたりかな。じゃあその辺を足して完成だな。あとは登場ステージ。問題はこれだよ。なくね？ないよな。なんちゅう平定線ないんだけど。PSP 版5スペシャルだと一応、艦中と大抵の食分シナリオで出てくるらしい。まあせいぜいその辺ぐらいだよな。5上限にはいなそうな気がする。あとは巨都気分か。便利にすられてんな。巨都では月影と一緒に、食の残党としてくる感じで。違和感なく出すなら実際ここしかない。まあ呂布伝のエンディングの都合上、呂布軍シナリオにも出てこないだろうし、西から見たこともない軍。だから艦中、大抵、巨都気分だね。まとめるとこう。どうよ？結構難しそう。強アーマーあるとはいえ、延長ない刀で15秒の間に手数を叩き込む必要があると、つばせりめっちゃ暴発しそう。あと飛び道具もないのがな。密度が低い時だけ手数を振ってみて、集団戦はもっぱら単押しラング中心になりそう。かなり上級者向けだろうな。よし、じゃあ次行こう。6人目は宿友です。この人はそんな悩まんでいいんじゃない？まあ5なら2位になりそう。塔の名手で飛び道具関連ってことで、形状はこれも猛獣由来の装飾があるとそれっぽいね。南蛮っぽい文様とかも欲しいな。ひとまず鑑賞タイム。どう？
まあ、悪くないんじゃない？さっきから反応が薄いんだよな。続いて衝撃波のオプション。弓だとあんま変えるとこないよね。まあ強攻撃もため強もほぼ一緒だからな。強攻撃はシミの衝撃波の色だけ変えるか。アデメラングシミは重要だぞ。月影損傷攻はこの違いで結構、立ち回りで気遣う点が違うから。普通に着弾で爆発でいいんじゃない？月影放出か？そう、ただ降ってくるビームとかはなくて、着弾で初めて爆発する感じ。ただ着弾地点を少し変えて、地球の真下じゃなくて、目の前に落ちる感じで。でもそうすると技後の背後のカバーが怖くないか？そう。だから爆発は背後も入るように、それなりに大きめで。それか損傷攻放出と月影放出のハイブリッドってのは。というと？つまり雨を降らせつつ、それらが着弾時に小さい爆発がたくさん出る感じ。なんかずるくない？それ。確かに。続いて特殊技。意味で考えるならそのまま停車。って言いたいけど、ひねりがないよな。さすがに停車のミニモーションが3人もいても面白みに欠ける。実際剣とか数は全員同じ特殊技で、差別化しきれてない部分あるし。じゃあ火のイメージに家系にするか。6以降のランクで火の玉投げたりしてるし。意味で家系？家系って延長ないと野戦じゃ援護性能低いじゃん。除戦家系との相性はいいと思うけど、あと当たると適用化しちゃう火柱が、矢を水平に飛ばす意味と噛み合わせが悪い。ああ、確かに。でも他にある？ない。教習？もういいよ女性武将の教習は。耳の教習も強そうだけど。じゃあ。家系で。特殊技のスキルは差別化のためにここ大事だぞ。これね超援護型にしたいんだな。超援護型？超延長極み延長極みで、長時間広範囲に火柱を出し続ける。発動時は大活かな。どうせ浮いちゃうからどれも同じ。火柱を連打してゲージを高速回収しつつ、弾落ちランズを連打。これがやりたい。確かにそれなら他にはない戦法ができる。強いのかなそれ。火の力で味方を飛ぶ。ってことで戦術式もつけようか。解除と大袋は？それはどうだろ。立ち上がりを考えるなら解除だけど、発動時を考えたら大袋のが楽しいよな。まあでも解除ありで大袋はない気がする。あとはスキルだな。とりあえず投資はもらえそう。あとは火の神だし、大量もありそうだな。じゃあ大円も、夫婦揃って調教もあったりして。ありそう。あんまりいらないけど、じゃああとは人骨と、新指定スキルの奮起だけつけるか。あとは登場ステージか。これはまあ、猛角と一緒かね。艦中、5スペシャルの大帝、女と自分？まあそんなもんだよね。猛角が単体で出てくることはあれど、スクリューが単体で出てくることはない。そういうイメージがある。全部まとめるとこんな感じ。そうよ。特殊技は楽しそうだけど、どこまでやれるかは未知数だな。当たりを火の海にしながら爆発ランズ締め連打。甲虫の特殊技時の単押しランズ連打戦法を放出とさせる。ただ家系ってその発動時間が5秒だけなんだよな。それを延長極みで3倍にしても15秒。割とすぐ終わっちゃう。結局そこまで特殊技に頼りきりにはできないかもね。でもまあ2だし、一般的には快適に戦えるんかな。いよいよ最後の一人です。ラストを飾るのはサジ。ついにか、また困った人が来たな。塾なんてないんだが。でもまあ妖術系ってことで杖になるんじゃない？杖か。あれ構えの姿勢めっちゃ低いんだよな。ほら、サジのまっすぐな背筋が曲がってしまっておる。まあでも杖でしょ。結局。まあね嫌だがモーション自体は剣になる可能性もあるかも。見た目だけ塾というか、妖術チックな何かに変える感じで。なるほど。まあ一旦見るか。鑑賞タイム。あれ？意外と剣の方が違和感ない？杖はやっぱり背筋の曲がり具合だな。そうだ、攻撃モーション中、周囲に塾が飛び回って手数範囲増強、とかやってくれんかな。ああ、でもでそこまでやるかな？ 6 以降の紹介っぽくてかっこいいけど。確かに、ここでそういうことはやらないか。でもまあ、さすがに杖なんじゃない？サジが剣だと剣コンパチゴムにいることになるし。そうか制裁も合わせると。そういうこと。このサジの集体みたく、似合ってない枠として批判されそう。うわありそう。武器の形状はシンプルめになるか、物々しくなるかの二択な気がする。なんとなく細身で、先端が根元のブルブルみたいになりそう。見た目だけ術もつけとくか？ああ、帽子に見た目だけついてるのはありそう。かなり金属っぽいというか、メタリックな質感になるんじゃないかな。衝撃波はどうだろ？ 4 だと色々出してるね。落雷、漆黒風圧弾、紫ビーム、溶血ボール、爆発に火の玉まで。多いな。だから多分これらを混合した感じになるんじゃないかな。それを加味してまず連攻撃後半から考えよう。一応飛び道具つくんだよな。威力超低いけど、砲塔は無属性空圧弾で、胸郭は小さい火の玉。じゃあサジは氷属性の玉になるかも。ここであるっけそれ？一応ある。
無印強行の乱舞締めの、月モーションで出す。あれ一応氷属性なんよ。あったなそういや。いや待て、芝居のため今日あるやん。いやあれは杖の連行術後半に出すにはでかすぎる。あくまでミニサイズじゃないと。まあそうか。今日攻撃は属性ミックスじゃね。初段は漆黒風圧弾。3連目が足元に完全稼働。次に爆発。最後が紫ビーム。みたいな。面白そうだな。実用性はともかくとして。タメ鏡はどうする？タメ鏡は紫ビームじゃない？それか聴覚みたいに、混合属性ボールをばらまくか、紫ビームを360度に2周ばらまく感じ。なんか普通に強そうだなそれ。聴覚口頭ではあんま使わないけど、サジだけは実用範囲かもしれん。最後に乱舞締め。これはもう落雷で決まりでしょ。正面に落雷4連、最後に周囲一体に落雷。諸葛亮の乱舞締めと同じ感じで。強そう。実際強いと思う。雷って威力高いから。運が良ければ5連続関連で強ダメージ与えられるかもか。さすがにそれはちょっと。次は特殊技です。どう？援護系ではない気がするな。まあ分身神速でいいんじゃない？よく分身してんじゃん。じゃあいいかそれで。分身はいいとして、延長はもらえるかな？分身極みつけたくない？欲しいな。ただそれだと延長はダメかも。強コート被る。ああ確かに。いやでもあっちは大袋持ちだから、大袋つけなきゃいける説。あるかも？じゃあ延長極みもつけよう。おいおいさすがに盛りすぎだろ。いやでもありそうじゃない？終盤に解放されてかつ、終盤だからってことで雑な盛り方をされるっていう。なるほど。よし、じゃあ分身極み&延長極みで決まりだな。分身極み、延長極み、あとは電書袋。よっかな。まあでも強そう。杖は分身との相性も良さそうだし、分身では衝撃波形が強化されないのが惜しいがな。あとは特殊技以外の常在スキルだ。これどうしたものか。あんま想像つかん。まあ仙人だし属性耐性は熱いんじゃない？あと瞬速견着に、速影つけても面白いかも。移動が速いマン。神出鬼没の仙人っぽくていいかもな。あとは仙人の圧で威嚇。じゃあこうか。この並びだけでちょっとおもろいな。でも増進競争も持ってそうじゃね？仙人の知恵ってことで。ありそう。ただ枠をどうするかだな。移動スキル3点セット残しときたい。がよく？まあちょっとわからん。固有で。最後に登場ステージも。この人も別にいなきゃいけないステージがないんだよな。4のサジ伝では代表的なステージをロールプレイしてたっけ？で、途中からやたら大早々に敷くと、なんかマジで登場ステージない説あるぞ。今作は東卓や聴覚も味方として出てくるステージないし、呂布伝や朝鮮伝でだけ、ちょこっと敵として出てくるとかそんなもんじゃね。例えば？朝鮮伝なら慶州や漢中。朝鮮に対して内心や葛藤を問うような感じ。呂布伝なら運慶軍山かな。それか石帝。東卓聴覚とは違うけど呂布に敵対して。軽く会話イベント欲しいな。あとは巨都義軍とか。またお前か。でも総秘伝でちょくちょく顔出すのはあるかも。半獣50連巨都。その度総秘と会話イベントあっても面白そうだね。総秘の方はサジになんか言われても軽くあしらいそうだけどな。じゃあ全部まとめるとこう。どう？いかに分身の手数を通せるかによるだろうな。でも実際杖なら結構スルッとエリクビ期間で分身ラッシュ通すまでいけそう。強攻撃系の使用感はどうなんだろ。見た目はバリエーションあれど結局あんまり使わなそう。耕し&チラシ用にタメ鏡だけは期待したいがな。良くも悪くも落雷と分身でって感じかな。まあピーキーだけど、爆発力あって楽しそうだ。というわけで、これで全員で揃ったか。改めて出すとこんな感じ。まずは脅威から。まあまっとうに強いだろうなって感じ。でもスキルや特殊技的に、長期戦だと徐々に辛さが出てくる感じ。続いて制裁。こいつはやりかけんで悩んだっけな。そうそう。あとは強襲。剣のモーションの弱さゆえに投資解除確定延長もらえる説。実際はどうだか。次は大将。モーションは象徴と一緒で、差別化に苦労したな。先に象徴のスキルを持った上で大将の強襲も強めに、覚醒の強アーマーで連無限大回転ラッシュしたい。次は法則。安心と信頼のべき、調整の関係で覚醒はもらえないだろうが、投資箱を滅殺延長のガチ構成、期待の星だぜ。続いて猛角。エジプト衣装ないから代打に振ってもらったやつ。マーゴエンパで再登場してよかったよ。刀はぜひデカめでよろしくお願いします。それが一番大事。次はスクリュー。結構考察が短かった気がする。野戦援護に特化した家系がどこまでいくかだな。まあでも強いぶっかける強い特殊技だから、やっぱ強いんだろうな。最後にサジです。背筋が曲がっておる。終盤はってことで色々盛られそうです。移動スキル3点セットが輝いておる。杖と相性良さそうな分身極みでかなり暴れそう。そして最終的な武器モーションの被り人数です。見よこの被り具合。うわぁ。
つい。槍が5人に撃が6人。撃レンジャーどころか追加戦士までいるじゃねえか。こうして考えると、リストラテボルをいなかった事情も少しわかるかもな。さすがに被り人数が多すぎる。せめてコンパチ用武器がもう3、4種類ないと。現状微妙な立ち位置の連中の逃げ場が欲しいところだな。集体とか。ただまあそれでも、今回考察した面々はぜひいてほしいね。私は法則が使いたい。私は脅威と制裁かな。覚醒の超アーマーでレン無限くるくるラッシュしたい。皆様はもしもでリストラがなかったら、彼らはどんな感じだったと思いますか？みんなの意見も、ぜひコメント欄で聞かせてほしいぜ。というわけで今回はここまで。次回からはようやく宣言が始まるのかな？まあ私は担当じゃないから知らんけど。人任せだな。それではご視聴ありがとうございました。